実験大好き MNU です。今回はライセンスフリー無線とアマチュア無線、楽しみ方の違いどこにあるのか、今回はアマチュア無線からの目線でねちょっと説明させていただければと思います。今頃アマチュア無線する価値あるのかってよくね聞かれる方も多いんじゃないかなと思います。今回は現役やってる人間のね目線から説明させていただければと思っております。ライセンスフリー無線って何かっていうことをね簡単にだけ説明させていただきます。ライセンスフリー無線って言いますとね、単純に言いましたら開局の手続きが必要なものもあるんですけど、国家試験はね原則受ける必要はないものになっております。歴史がありますのが合法の CB 無線ですけど、27メガ出力がね 0.5W になっております。アンテナの方がね外部付けができない、無線機本体にね直付けでないといけないのがね一つのハードルとなっております。昔はね大手メーカーさんからもいろんな機種が販売されてたんですけど、今はねもうごく少量受注生産みたいな形でね無線機が細々と作られているような状況ですけど、今でもね活発に楽しまれている方が多い通信じゃないかなと思います。特徴はね近距離通信と、あとやっぱり27メガ帯です。 eSP 含めてねいろんな電波が楽しめるということでね、結構国内 QSO されている方も多いんじゃないかなと思います。でその次にねパーソナル無線、これ基本はねもうほぼ終了、もうかなり終了に近いと思うんですけどね、900メガ帯一応 5W っていうことで、これはね外部アンテナが OK だったようなタイプになっております。もうほんとねこれ出た当時はもうアマチュア無線大全盛期でね、雑誌にも結構パーソナル無線っていうのが取り上げられたとは思うんですけど、国家試験はいらなかったんですけどね、開局のための申請は必要だったんですけどね、もう爆発的大人気の無線だったと思います。ただねもう諸事情、これはねまた調べてもらったらよくわかるんですけどね、諸事情いろいろとあって、基本はねもう今この900メガ帯はもう携帯電話の方に譲っていっているような形になってますので、もうほぼ終了に近いようなね通信になっています。特定省電力、これも画期的でしたね。一応確か420メガ帯出力が 0.01W、10ミリワットがね基準だったと思います。で外部アンテナは禁止、開局のね申請も一切不要でしたので、本当にね超お手軽でした。2台3台車をね連ねて走るときにねよく友達に貸しねこれ使ってたような形になっております。ただ問題はねやっぱり10ミリワットです。ここ一番ではねあまり飛ばなかったなっていう記憶があります。最近やっぱりブームなんがデジタル簡易無線の、登録局、この日はまた詳しくちょっと調べていただければいいと思うんですけど、一応周波数が350メガで1から 5W ぐらいですね。で一応外部アンテナも使用 OK で、申請は必要ですけどね、いろいろと使えるっていうことで、結構今ねアマチュア無線とね兼用しながら楽しまれてる方多いんじゃないかなと思っております。でもう一つね新しくできたのがデジタル省電力コミュニティ無線、なんか名前が似ててややこしいんですけどね、142メガと146メガ、まさにアマチュア無線の前後を使っているような形なんですけど、出力が 0.5W で一応外部アンテナのも OK、 ただ、申請も不要ということで、強いて言いますとね特定省電力の強化版 10mW、 0.01W から 0.5W ですし、周波数帯的にもねよく飛ぶと言われている周波数帯ですので強化されてるんですけどね、だから私も名前しか聞いてないかったんですけど、無線機のねラインナップとしてはまだまだ各メーカーさん揃いきれてないような状況なので、こちらの方がねちょっと遅れ気味になっているような形になっております。アンテナのね出力に必ず制約がある、手積みの面でのね差がほとんどありませんので、同じ条件で結構楽しめると。設備面ではねあまり無理して戦わないっていうのがね大前提になっております。合法の CB に関しましてはやっぱり熱狂的な方々っていうんですか、やっぱり YouTube でもね通信のテクニックとかねどういうスタイルでやられているっていうのをね多くの方が提供されてますので、根強いファンの方は今でも続けられてるんじゃないかなと思っております。ただ制約事項っていうのが必ずありまして、無線機アンテナは自作できないっていうのがね一つの流れになっております。 CB 無線に関しましてはね結構無線機アンテナが直接ついておりますので、結構ね各局さん工夫されているっていうんですか、少しでもアンテナの効率を上げるっていうことで三脚の上にこう無線機と体を離したような形っていうんですか、皆さん結構アイデアあるなと思って見てるんですけどね、結構アンテナの定方法でね工夫されている方が多いんじゃないかなと思います。でちなみにアマチュア無線はどうかと言いますと、国家試験は今でも受けないといけないと、1級から4級まであります。で昔よりはね1級でも簡単になったと思います。私も最初やり始めた40年ぐらい前っていうんですか、40年前に比べますともう1級2級はむちゃめちゃ申し訳ないです簡単になったと思っております。で1級と2級の差はね出力の差だけで、3級と4級は
周波数と出力の差ですね。やっぱりこの辺がね、各級によって差があるような状態になっております。で、最近ではね、視覚もだいぶ優しくなりました。もう電信もね、打つ必要もない、聞く必要もなくて、紙を見れば終わりですので、トン2を紙で見るだけで受かりますので、今はね、もう1級を受けられる方、結構多いんじゃないかなと思います。アマチュア無線の最大のメリットっていうのは、やっぱり運用できる周波数が非常に幅広いと。主な周波数でいきますと 1.8 から 1.2 ギガぐらいまでですね。実際もっと下もありますし、もっと上もありますけど、主なラインナップはね、この辺ですので、非常にね、広い周波数使用することができます。で、ただ一番の問題は、先ほどもあった通り、設備の差が激しいと。出力の差だけでも4級の単波ですと 10W、1級ですと1kW、1000W ですので、単純に考えても100倍の差があります。アンテナの差もね、もう10倍以上。多分トータルでざっと計算しても1000倍、実際もっとあると思います。アンテナにもピンキリありますので、1000倍どころじゃなくて、まだもう一つ丸がつくかもしれないんですけどね、もうそれぐらいの差の中でね、戦ってね、いかないといけないのがアマチュア無線になっております。30年前、全盛期の時代でしたら、人気バンド7メガとか144メガでしたら、もうすごい状態っていうんですか、言葉には表せないぐらいすごい状態で、誰もがね、いい思いで多分ないと思います。私もね、悪い思い出しかないような状況です。そういう悪い思い出に1回でもしてしまいますとね、落胆してもアマチュア無線やめましたっていう方も結構多いんじゃないかなと思います。ライセンスフリーのね、メリットですけど、国家試験を受ける必要がないと。で、実際はね、アマチュア無線やられてる方も結構ライセンスフリーの無線されてると思います。一番のメリットって言いましたら、やっぱりね、設備の差が小さいっていうんですか。で、みんながね、ほぼ同一条件で楽しめますので、そういう意味合いではね、やっぱり平和っていうんですか、アマチュア無線に比べますとね、やっぱり設備の条件がほぼ整ってますので、大きな差にならないっていうのがね、一つのメリットじゃないかなと思います。アマチュア無線のメリットですけど、いろんな周波数と大出力、大型のアンテナを使って長距離通信が可能となってます。本当ね、そういう意味合いではもう格差、もう超大のね、通信になっております。日本国内は当たり前。世界中と QSO できます。で、QSO をする手段も単波通信のように電離層を使う場合もあれば、あくまでもアマチュア無線向けに作られた人工衛星ですね。有志の方々が作った人工衛星。今結構これも飛んでるんですけどね。衛星を使ったり、月っていうのも最近はね、非常に微弱な電波でも QSO できるデジタル通信がね、普及してきてまして、マイクとかね、TW では聞こえなかったような信号でもね、通信できるようになりましたので、意外とね、この月経の通信っていうのもね、トライされている方、増えている傾向じゃないかなと思います。最大の違いって言いますと、公共の電波を使って各種の実験ができる。ちょっと印付けさせてもらってるんですけどね。実験できるのがね、アマチュア無線の最大のメリットじゃないかなと思います。その実験の成果の一つがね、やっぱり無線機の自作。ただ一定のね、基準を満たさないと使えないんですけど、それでもね、無線機の自作も認められております。アンテナにもね、制約が一切ないと。ちっちゃなアンテナから大きなパラボラアンテナまで、どんなアンテナでも使えますんでね、アマチュア無線はね、本当に制約がないような状態になっております。で、電波形式の方も非常に多彩というんですか。昔ですとね、AM、これがちょうど合法の CB ですね。で、あと FM、特定省電力とかにも使えている変調方式だと思います。で、あと SSB ですね。デジタルを中心に最近ですと、FT8 のように、JT65 もそうなんですけどね、いろんなね、形式が生まれてきているような状態になっております。で、アマチュア無線、こうやっていろんなメリットがあるっていうのも、過去の先人の方々が単波通信においてね、開拓されたっていう歴史があるんでね、やっぱり歴史的な背景があって、アマチュア無線非常に優遇されているような形になっております。ただちょっと実際は謎も多いっていうんですか。私もね、ちょっと一時期調べてみたんですけどね、やっぱりアマチュア無線って言いましたら、合法非合法で言いますと微妙なラインからスタートしたのかなっていうのがね、特にこの単波につきましては合法かどうかって言われると怪しいなっていうところがあってね、ちょっとそれを今調べてる最中なんですけど、いい説明があるサイトありましたらぜひコメント欄の方でね教えていただければと思っております。で、アマチュア無線のデメリット、設備の差が激しいと、もう単純に言うと1000倍ですね。1000倍の差、同じ土俵で戦うことはもうできないような状況です。30年前でしたらね、限られた周波数、みんなで奪い合ってた。設備の差、であとはマンパワーですよね。使いたい周波数も使えないような状態だったんじゃないかなと思います。QSL カード交換ですよね。これの習慣、これがね、皆さんがいいや悪いやという話も合うと思うんですけど、これがあるために JAL にも加入しないといけないんじゃないか、問題にも差し掛かってるんじゃないかなと思います。で、アマチュア無線のね、
最近の流れですけど、ハム人口がやっぱり大幅に減っちゃったと。各バンドがね本当に静かになっちゃいました。7メガがね100キロから200キロに倍増されました。これによってね非常に7メガ好き好きのバンドになっちゃったような形ですね。非常にね現在は快適極まりないような状況です。 1.9 から430メガまでの1台で対応できる無線機っていうのがね、でなおかつ高性能なものがもう最近発売されております。例えばですけどね IC-705、 これは結構ね YouTube でも皆さん紹介されていると思うんですけど、このね非常に優秀な無線機も出てきておるような状況です。でどのバンドもね昔よりとにかく平和、寂しいを飛び越えて危機が加えてるんじゃないかなと思うぐらい静かな状態が続いております。で省電力でね QSO できるデジタル通信 FT8 がね非常に普及して人気があるような状態になっております。通信の特徴はノイズレベルの以下でもね QSO できて、使用する帯域も 50Hz と非常にね狭くなっております。でなおかつね QSO もここがね、いろんな問題もあると思うんですけど、シーケンス QSO と言いまして、もう完璧に超低系の通信しかしないんですけど、基本90秒で終わってしまいます。混んでても次々、呼んでいただけるようなチャンスがありますので、非常にね効率がいいような通信になっております。FT8 のメリットっていうのはやっぱりかなりの確実で相手にまず電波が届いていると。設備の差もねあんまり感じられない。ある程度頑張っていけば QSO できますので、設備の差をね結構埋めてくれる。従来ですとねもうどんなにやりましても届いてないっていう問題があったと思うんですけど、 FT8 はかなりの確率では届いてますので、あとは忍耐強く呼び続ける。どの辺の周波数、微妙なところでどう呼んだ方がピックアップしてもらえるかっていうのはねテクニック必要やとされてますけど、そういう設備の差を生みしてくれるっていうことでね、結構私みたいに貧弱な設備でもそこそこ QSL できてますのでね、最近これやっぱり設備を埋め合いっていうことでもねデータで通信されている方多いんじゃないかなと思います。最近は設備の差っていうのはだいぶ住み分けられてるんじゃないかなと思います。街中からタワーは間違いなく消えていってるんじゃないかなと思います。タワーがバンバン立ってるような状態じゃもうなくなってきてると思っております。で逆に言いましょう、大と小ですよね。こちらの方にも分かれていってるんじゃないかなと思います。で逆に中クラスの曲が減っちゃったっていうんですか。例えばねもう大ランクですね、一番上のランクでしたらもうやっぱり条件のいい場所に一戸建てなりボーンと建てちゃうっていうんですか。でそこにタワーを建ててって方が結構多いと思います。逆に言いましたらそういうとこに移住されたり、遠隔操作とかしたりでいいとこから運用されている方が増えてきている傾向じゃないかなと思います。片や小規模なタイプですよね。小ランクでしたらねやっぱり自宅を中心にできる範囲で楽しむっていうんですか。タワーも正直言って建てるよりも下げる方が大変ですので、もうタワーも建てずに自分らでできる範囲で楽しまれている方っていうのがねものすごく今増えてるんじゃないかなと思います。でもう一つはこのデジタル通信が増えてきたことに伴いまして、電子 QSL、 電子的にメールみたいにパンパン QSL カードを出そうというような流れで、紙の QSL カードがねデジタル通信ではね減ってきてる傾向じゃないかなと思います。アマチュア無線の場合ですと各種の行事っていうのがあって、私もね大阪でしたらカンハム、東京でしたらハムフェアがあってよく参加させていただいてるんですけど、やっぱ各種の行事やっぱりジャードさんがね主催されていると思います。私もまだジャードの会員なんですけどね、 QS カードの交換の場とも思うんですけど、実際はね皆さんの会費っていうのがやっぱこういうやっぱ誰かが主催しないとなかなかあんだけのことできないと思いますので、いろんな思いはあるとは思うんですけどね、私もやっぱり今のところはジャードは必要やと思ってますので入会したような状態になっております。で今回の件まとめさせていただきます。ライセンスフリー無線ですけど、アマチュア無線とやっぱり楽しみ方は異なっていると思います。でアマチュア無線はね平和にね QSO できるような時代になってきております。免許はね必要ですけど、楽しみもやっぱりいろいろとあるっていうんですか。この楽しみもね言い始めるとキリはないとは思うんですけど、ライセンスフリーよりはねいろんな楽しみ方があるんじゃないかなと思っております。ぜひともね志のある方、再びアマチュア無線カムバックしていただければ、またはねぜひとも4級でも結構だと思います。まずはアマチュア無線始めていただければと思っております。お空でお会いする日楽しみにしております。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。